皆さん、こんにちは。知られざる雑学チャンネルへようこそ。今回は本は買わずに借りる庶民が夢中になった貸本文化というテーマについてお話しします。江戸時代といえば武士が政治を行い、庶民は日々の暮らしに追われる。そんなイメージが強いかもしれません。ところが実際には江戸の町は活字と本にあふれた文化都市でもありました。江戸の人口はおよそ100万人でした。世界でも屈指の大都市で、そこに暮らす庶民たちは娯楽に飢えていました。芝居、落語、見せ物、祭り、そして読書もまた人々を楽しませ、知識を広げる大切な娯楽だったのです。しかし当時の本は決して安いものではありませんでした。木版印刷による和本は一冊仕立ての草草紙や読み本であっても、庶民にとってはかなりの高級品でした。気軽に買えるようなものではなかったのです。では庶民はどうやって読書を楽しんだのでしょうか。ここで登場するのが貸本屋です。彼らは江戸の知識と娯楽を支える影の立役者でした。貸本屋の誕生。貸本屋は江戸中期から本格的に広まった商売です。京都の書林で発達した貸し出し文化が江戸にも伝わり、やがて町のあちこちに広がっていきました。彼らは何百冊、時には数千冊もの本を抱え、常連客に貸し出していました。貸し出し期間は数日から1週間程度で、料金は1冊あたり千数文でした。現代でいうレンタルビデオ店や図書館に近い存在だったのです。貸本屋の形態。貸本屋にはいくつかの形態がありました。店舗を構え、多くの本を棚に並べる本格型。行商のように天秤棒で本を担ぎ、各家庭を回る振り売り型です。後者は特に庶民にとって身近で、女性や子供も含めて幅広い読者に本を届けました。読まれたジャンル。庶民が好んで読んだ本は実に多様です。恋愛や冒険を描いた草草紙、武士道や怪談を盛り込んだ読み本、実用的な料理本、養生書、娯楽性の強い奇拍子や滑稽本などです。例えば十返舎一九の東海道中膝栗毛は大ヒットし、貸本屋を通じて江戸庶民の間に爆発的に広まりました。やじきたの珍道中を追体験することで、旅に出られない人々も物語の世界に没頭できたのです。貸本屋は庶民の文化を豊かにしただけでなく、意外な影響や裏話も数多く残しています。読書人口の拡大。貸本屋の存在によって本を所有しなくても読める環境が整いました。その結果、識字率が高まり、江戸庶民の読書人口は世界的に見ても突出したレベルに達します。江戸後期の庶民の識字率は 50% 以上とも言われ、当時のロンドンやパリをしのぐ数字だったと指摘されています。本の使い込みと注意書き。貸本屋の本は多くの人の手に渡るため、破れや汚れが絶えませんでした。そのため本の冒頭には、油の手で触るな、濡れた手で読むな、破いたら倍の金を払えといった注意書きが記されていました。現代のレンタル DVD に貼られる傷つけたら弁償シールと同じ感覚です。検閲と貸本屋。江戸幕府は出版物に厳しい検閲を強いていました。風紀を乱す内容や幕府批判は禁じられ、違反すれば処罰されました。しかし貸本屋を通じて庶民は規制ギリギリの刺激的な物語を楽しむことができました。裏社会で密かに流通した書物もあり、貸本屋は情報のハブ
としての側面を持っていたのです。貸本屋と女性読者。意外なのは女性たちが貸本屋の主要な顧客層だった点です。長屋の奥さんや娘たちは家事や仕事の合間に草草子や恋愛ものを借りて楽しみました。特に恋愛小説や人情話は大人気で、涙を流しながら読んだという記録も残っています。こうして見てみると、江戸の貸本屋は単なる商売ではなく、庶民文化を支えるインフラだったことがわかります。芝居や落語が耳と目の娯楽だったなら、読書は心の娯楽でした。貸本屋は本を通じて庶民の知識を広げ、人生に潤いを与えました。そこから識字率が高まり、日本全体の文化水準が向上したのです。現代の私たちにとっても、この歴史は示唆に富んでいます。本は所有しなくても読めるという考え方は、まさに現代の図書館や電子書籍サブスクと同じです。江戸庶民の知恵と工夫は時代を超えて今の社会に息づいているのです。貸本屋が町の片隅で貸し出した一冊一冊が庶民の心を動かし、江戸という大都市の文化を支えました。そしてその姿は、知識は共有されてこそ広がるという普遍的な真理を教えてくれるのではないでしょうか。今回は本は買わずに借りる庶民が夢中になった貸本文化をご紹介しました。この一連の内容を通して見えてくるのは、江戸庶民の旺盛な知識欲と本を介した文化の広がりでした。これからも知られざる雑学チャンネルでは、皆さんと一緒に歴史の魅力を探求し、その中にある素晴らしいストーリーをお届けしていきます。もしこの動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。